はいどうもこんにちは、エクシブの柏木でございます。今日はですねちょっと面白いプロダクトをご紹介させていただこうかなと思います。皆さんフロアの LED ってご存知ですか？床に低いタイプの LED ですね。業界の人は結構知れてるプロダクトにはなるんですけども、そのイベントとかそういったもので結構使われてるプロダクトになるんですけども、結構ねその一般の店舗であったりとかそういうところで使われてる事例が結構少なくてですね、あれ実は理由があって、あのプロダクト自体はすごくいいんですよ。床を光らすっていう意味ではすごくいいんですけども、やっぱりねあのプロダクト厚みがすごくあってですね、例えば既存のお店に入れようと思うとやっぱりその厚みの分だけ床を削らないとダメであったりとか、ちょっと床を加工しないと入らないっていうちょっと特徴があってですね、なのであんまり導入が進んでないみたいなのがあります。で今日ご紹介させていただくプロダクトっていうのはまさに床の用の LED なんですけども、薄い、そうものすごく薄いっていう特徴があります。それをちょっとねご紹介させていただこうかなと思います。ちょっとお待ちください。こいつですね。今日はこいつをご紹介させていただこうかなと思います。それでは始めましょう。それではですね早速始めていきたいなと思います。まずこいつですね、先ほどご紹介したんですけども床用の LED になっています。でこいつ床用の LED なんで踏めるんですよね。ちょっと踏んでみますか。ちょっと靴であれなんですけども、こんな感じでジャンプしても大丈夫。踏めちゃう。そうこんな感じで踏めちゃう LED になります。でこれちょっと見てもらうと、さっきもお伝えしたんですけども、やっぱりこの LED 薄いんですよね。ちょっと見てみましょう。ちょっと床に転がってるあれなんですけど、こんな感じで厚みがですね15ぐらいかな。そうすごく薄いんですよ。だからその既存の店舗であったりとかそういったものに敷いたりすることができるという、床を LED 化することができるっていう面白いプロダクトになります。いやーこれねいいんじゃないですか。でこれちょっと踏んでも全然痛くも痒くもないというか、全然ダメージを受けないというか、普通のプロダクトとして使ってもすごく優秀なんじゃないかなと思ったりしますね。いやーどうでしょう、これすごくいいんじゃないですか。今回ねこれ見た時にやっぱすごくいいなと思いました。ちょっと映像変えてみますか。こんな感じで結構ね派手な色も出ると、その明るさで言っても大体1000から1200ぐらいあるのかな。すごくいい明るさだと思います。室内で使う分にはちょっとね屋外で使うとなるとあれかもしれない、輝度が足りないのかなと思ったりするんですけども、店舗内に敷いて、マット代わりに使うとかそういった意味ではすごくいいんじゃないかなと思ったりしますね。綺麗。どうでしょう。結構ねこれプロダクト結構使いやすいんじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと明るさ見てもらうと、一回ちょっと室内の電気を消してみますか。ちょっとねこんな感じで、いや結構目立つ気がしますね。これ部屋ちょっとあるんですけども、こんな感じで光ってますね。結構暗めの店舗とかで床を光らせたりとかそういったものではすごく使いやすいんじゃないかなと思ったりします。どうでしょう。で踏めますよ。いい感じに踏んでも大丈夫。痛くも痒くもなさそう。いいんじゃないですかこれ。こんな感じになってます。今度はですね趣向を変えてみて、机の上にさっきのプロダクトを置いてみました。ちょっと見てみましょうか。これがノバスターがあってですね、電源ボックスがあって、でこの配線がつながって、こっちに入っているというような作りになります。いやでもね改めてなんですけど、やっぱこれ薄いんですよねすごく。でさっきもお伝えしたんですけど、これ床用の LED なんで、やっぱりよく人に踏まれることを前提に作られているわけですよ。でこれ作りを見ていくと、ここですね、ちょっと見えるかな。ここに柔らかい緩衝材、まずフレームみたいなものがあって、フレームみたいなものがあって、これ結構硬い作りになってます。この鉄の部分ですね。でなっていて、でその間にですねで、ここにですね緩衝材みたいなのがほら入ってるんですよ。でこれでちょっと衝撃を吸収したりとかいうような感じになってます。これで踏むことができるというような感じですね。で表面でいうとコーティング、通常のピッチのものに対してコーティングがされていて、GOB のコーティングですねがされていて、強度を保っているような、そんな感じの作りになります。もうちょっと裏面見てみますか。
そう、こんな感じの、なんか蛇腹っていうんですかね。なんか日本風で言うとね。なんか蛇腹風になっていて、これくね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 曲がってるんですよ。だからどんな床面でもちょっと曲がってても合うような感じの作りになっています。これをこう曲げていくとこういう風に線が入って、で、まっすぐにするとこう消えるみたいな。なんかそんな感じの作りですね。だからどうでしょう、いいんじゃないですか。で、LED 業界の人ってあれかもしれないですけど、結構これノバスターが使えるんですよね。これ見てもらうと、こうノバスターが入っていて、カード2枚で1枚の、パネルを動かしているような感じになっています。で、ここ、パネルごと、1枚のモジュールはこんな感じになってるんですけども、これを、この、リボンケーブル、ちょっと強化されたアウトドアのリボンケーブルで、パネル同士をつないでいって映像を飛ばしているような感じになります。で、LAN ケーブルであったり電源ケーブルの入り口っていうのがこの辺になっていて、これを引けるような感じになっている。実際にこれ多分施工するときにはこのケーブルの逃げ口であったりとか、そういったものを多分作る必要はあると思うんですけども、結構なんかいい感じに作れるんじゃないかなと思ってます。多分ね、これもどうだろう、マグネットなんかな、マグネットとして使えるのかもしれないですね。だからその鉄型のフレームがあったら、そこの上に乗っけて、強度を保ちつつみたいなことができるかもしれないです。はい。でもこれ後ろ多分ネジ開けていったら1枚ずつと多分外れるんですね。だから多分ここの部分とか結構メンテナンス、多分ここの中にハブカードとか入ってるかもしれないですね。ちょっとバラしてみますか。じゃあせっかくなんでちょっと一部バラしてみたいなと思います。いけるかな。そうですね。今ちょっとバラしてみたんですけども、やっぱり中にこのあれですね、基板の後ろというか、モジュールの後ろに基板みたいなのが入っていて、これでリボンカードをつなぎつつ、映像信号を送っていく。これ多分電源の絡みなのかな、っていうケーブルが入っていますと。でもやっぱりこれ見ると一応防水の加工はされてると思うんですけども、やっぱりこう隙間があるんで、やっぱり意図的になんていうかな、水にかけちゃうと、ちょっとあんま良くないかもしれないですね。なのでちょっと施工する時にはその防水性であったりとか、その防水加工みたいなのをちょっと床の方でする方がいいかもしれないですね。いやでも質自体は多分すごくいいんじゃないかなと思います。これは結構マーケットチェンジするためのプロダクトの一つになるんじゃないかなと思います。やっぱり床用の LED っていうのがやっぱプロダクトですごい人気があるんですけども、やっぱりね厚みがねあるせいでなかなか導入が進まないっていう弱点があったんで、これはすごく使ってもらえるんじゃないかなっていうふうには思います。いいプロダクトですね、これはなかなか。さていかがだったでしょうか。今日はですねちょっと薄いフロアの LED っていうのをご紹介させていただきました。これうまく導入するならね、結構マーケットチェーンだな。マーケットチェーンは薄いかもしれないですけど、その表示領域が増える、店舗内の表示領域が増えるんで、結構使い勝手がいろいろ合うんじゃないかなって個人的には思ったりします。一応ね、この手元にサンプルがあるんでね、もし見たいっていう方がいらっしゃれば、お声掛けいただければ、お見せできればなと思います。ね、これ改めてめちゃ薄いんでね、踏んでもらっても大丈夫なんで、めちゃめちゃいい感じだと思います。じゃあそのところでまた次回いろいろご紹介したいなと思います。ではまた。